今日は日本の生活でよくある5つの場面を練習しましょう。最初はリスニング、次は3問の問題に答えます。簡単な日本語で自信を持って話せるようになりましょう。それではスタート。八百屋、商店街で買い物しよう。いらっしゃい。今日はトマトが安いよ。一袋300円。300円？安いですね。このトマト甘いですか？もちろん甘くて新鮮だよ。今が一番美味しい時期だね。そうですか。じゃあトマトを一袋ください。はい、毎度あり。こっちのきゅうりはどうだい？きゅうりはそんなにたくさん食べられないので、2本だけください。はいよ。じゃあこれおまけでナス1個入れとくね。サービスだよ。いいんですか？ありがとうございます。トマトを1袋買おう。トマトを1袋ください。きゅうりが2本だけ欲しい。きゅうりを2本だけください。八百屋さんがおまけをくれたら、いいんですか？ありがとうございます。新鮮。だけ。袋。警察。財布を落とした。どうしよう。すみません。財布を落としてしまいました。どうすればいいですか？それは大変ですね。落ち着いてください。いつ、どこでなくしましたか？30分くらい前です。駅の近くのカフェにいました。店を出た後に気づきました。カフェの中は探しましたか？はい、お店の人にも聞きましたが、ありませんでした。わかりました。では、財布の特徴を教えてください。黒い革の財布で少し大きいです。中に2万円くらいとクレジットカードが入っています。カード会社にはもう連絡しましたか？いいえ、まだです。すぐに電話します。そうしてください。では、ここに名前と電話番号を書いてください。見つかったら連絡しますね。誰かが拾ってくれたらいいのですが、よろしくお願いします。財布をなくしたことを伝えよう。すみません。財布を落としてしまいました。どうすればいいですか？財布の中身を説明しよう。黒い革の財布で中に2万円とクレジットカードが入っています。警察にお願いするときは、よろしくお願いします。特徴、連絡、拾う、ホテル、トラブルをフロントに伝えたい。すみません、フロントですか？ちょっとお聞きしてもいいですか？はい、
いかがなさいましたか？部屋のお湯が出ないのですが、さっきからずっと冷たいままなんです。申し訳ございません。お湯が出るまで少し時間がかかることがあります。しばらく出しても温かくなりませんか？はい、2分くらい出しましたが、まだ冷たいです。承知いたしました。すぐに確認いたします。お願いします。あと、エアコンの使い方もよくわかりません。どうしたらいいですか？ご不便をおかけして申し訳ありません。今、スタッフがお部屋に伺います。ありがとうございます。助かります。お湯が出ないことを伝えたい。部屋のお湯が出ないのですが、エアコンの使い方がわからないことを伝えたい。エアコンの使い方がよくわかりません。スタッフが部屋に来てくれると言ったら、ありがとうございます。助かります。不便、冷たい、確認、お土産、人気の商品を買いたい。すみません。このお店で一番人気のお土産はどれですか？こちらのお菓子が一番人気ですよ。この地域で有名な材料を使っています。美味しそうですね。賞味期限はいつまでですか？帰国してから友達に渡したいです。来月の10日までです。常温で持ち歩いても大丈夫ですよ。それはいいですね。あと、会社の人に買いたいのですが、全部で何個入っていますか？12個入っています。一つずつ袋に入っているので、配るのに便利ですよ。12個ですね。ちょうどいいです。これを2つください。かしこまりました。プレゼント用に袋を分けますか？はい。小さい袋を2枚つけてください。お願いします。一番人気のお土産が知りたい。一番人気のお土産はどれですか？いつまで食べられるか確認しよう。賞味期限はいつまでですか？箱の中身を確認して2つ注文しよう。全部で何個入っていますか？いいですね。これを2つください。賞味期限、常温、人気、バス、お年寄りに席を譲りたい。すみません。よかったらここに座ってください。あら、ありがとうございます。でも大丈夫ですよ。すぐ降りますから。お気になさらず。いえいえ、荷物も重そうですし、どうぞ。私も次のバス停で降りますから。そうですか。じゃあ、お言葉に甘えて。すみません。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。
今日はいい天気ですね。本当にお出かけですか？はい、駅まで買い物に。あ、私は次で降ります。どうぞごゆっくり。ありがとう。あなた、とても親切ね。いいえ、それでは失礼します。ありがとう。あなたも気をつけてね。席を譲るとき、優しく声をかけよう。すみません。よかったら、ここに座ってください。バスを降りるとき、相手に丁寧に挨拶しよう。私はここで降ります。失礼します。譲る、遠慮、重い。お疲れ様でした。5つのシーンうまく言えましたか？何度も練習して日本での生活をイメージしてくださいね。あなたが日本語を楽しんで勉強できるように願っています。この動画が役に立ったら日本語を勉強しているお友達にシェアしてくださいね。では、また次の動画でお会いしましょう。